群馬四万温泉の柏屋旅館に泊まってきた時のお話をします。到着したのがお昼前だったので、柏屋カフェへ寄りました。入ると1階にはうまいコーヒーを作る気満々のコーヒー豆を軟化する機械があります。2階に上がるともう大好物な景色でして、ここでランチを食べることから柏屋旅館で過ごす時間はスタートしていると言えます。それは柏屋カレー、キーマカレーとタイカレーが一度に食べられる優れもの。かなり気に入ったようです。僕はイタリアンラーメン、麺はパスタ、魚介入りエスニック風スープという一風変わったラーメン。魚介がゴロゴロでマジうまかったです。デザートはレアチーズケーキ、そしてアイスフルーツラテ。お宿へ向かいます。四万温泉は川に沿ってあります。四万ブルーが流れる四万川が作る谷地のその狭い平地にいくつかの宿屋が点在しています。チェックイン開始の15時をちょっと過ぎて車を止めると、もうすでに 4,5 台の車があり、チェックインを済ましているようでした。雰囲気の良い宿だとみんな一刻も早くお宿に入りたがるんですよね。14室の小さな宿、とびきり雰囲気のいい宿なんです。のれんをくぐり玄関が開くと、温かみのある光のロビーに木製の椅子たちが自由な曲線を描いています。アートな空間。その一つに座ると漆喰と思われるベジタブルカラーの塗り壁、その一部から石の柱のようなものが見えていて、これが木造の宿にあって何とも不思議なアクセント。正面で二手に分かれる階段、どことなくクラシックホテルを思わせるこの様子を連れは気に入ったようです。2階が主に客室のあるフロアです。日の光を透かす障子の美しさったら、選んだのは足湯付きのお部屋。同系色でまとめられたセンスを感じるお部屋。縁の色が畳に同化しているので、障子の格子が美しく引き立っているんじゃないかなと思います。それだけじゃなく、置かれている小物がいちいち素敵です。
お、黒電話懐かしいと言ったら、スタッフの方は、私たちはここで働き始めて初めて触りましたと。そう、こちらは割と若い方々が頑張っています。ちなみにこの電話は実用品でして、ルームサービスなどこれでフロントに連絡します。群馬県民の経典上毛かるたもうやうやしく、浴衣は通路にあるおしゃれ浴衣を自分で選んでくるスタイル。まずは貸し切り風呂の楓の湯へ。貸し切りの露天風呂は3カ所ありまして、いずれも2階から渡り廊下で少し階段を上ったところにあります。空いてれば無料で使えるのはありがたいです。泉質はナトリウムカルシウム塩化物硫酸塩泉。ホームページを見ると、基本的には源泉かけ流しのお湯ですが、条件によって加温加水されることもあるようです。櫛や髪留めなどいろいろなものが用意されていて、こういうの女性は重宝するらしいですね。部屋に戻って足湯でもしながらのんびり過ごしましょう。桶に足拭き用のタオルまで用意されていて気が利いてます。ここは旅館にしては珍しくルームサービスがあるんですよ。ビールとか飲み物が中心だったと記憶していますが、冷えたものを持ってきてくれます。見た目はポップだけども、これはなかなかうまいと匠のお言葉。あとは足湯に浸かって向こうの山を眺めながらぼんやり。いろんな欲求が満たされてきたので、そろそろ館内の探検へ。ライブラリーです。この雰囲気が秀逸で、コーヒーを飲みながらめちゃめちゃいい気分でしばしくつろぎました。そうこうするうちに夕げの時間、食事どころは半個室。他のお客の気配が程よく感じられます。親しみやすそうな感じのいいスタッフがまず自己紹介をしてからお料理の説明をしてくれます。花豆の蜜煮はおかみの手作りだそうです。群馬を旅していると見かける花豆、大好きな味で上機嫌に食事のスタートです。なんとも華やかな野菜のミルフィーユです。コーンやさまざまな彩りの野菜のゼリー寄せが何層も重なっています。そしてその頂に乗るのは群馬の最高級ニジマス、銀光だそうです。これを崩してモロヘイヤと合わせていただくんですよ。こんな風に。いろんな味が複雑に絡み合い、
生まれた味は初体験のもの。記憶にくっきり焼き付く見た目と味、素晴らしい一皿でした。米ナスを八丁味噌の田楽で、中からエビやらナスやらがゴロゴロ出てきます。チーズが仕込んであって、これが味噌とよく合うんです。いよいよクライマックスは上州牛石焼きステーキ。石の下には塩と焼きハーブが敷かれている素敵な演出。釜炊きしたもろこしご飯をスタッフが持ってくれています。旅から戻ってから美味しかったよね柏屋が口癖になってるつれ、脳内で何度も味わっているようです。夕食の後はちょっと夜のお散歩へ。同じ四万温泉にある積善館へ。千と千尋の神隠しの湯屋のモデルの一つかもしれないとされる建物です。他に渋温泉の金具屋もその一つですね。明かりの灯った木造の建築は本当に素晴らしい。距離にして2キロ弱ぐらいだったと思うので、歩けないこともないと思いますが、往復1時間ぐらいの覚悟が必要です。僕はアルコールを飲んでないので車で行きました。ただ近くまで行ってしまうと車を止めるところがないので、無料で止められる霧の木平駐車場に止めるのが良いかと思います。お休み前の温泉は貸し切りの桜の湯。最高の一日が終わろうとしています。こんな完璧な日はそうあるものではありません。罰が当たる前に寝ます。おやすみなさい。おはようございます。目覚ましのひとっ風呂は貸し切り露天風呂の月の湯で。木曽の高野巻、木曽五目の一つですねを使った樽型の露天風呂です。朝食は和食洋食から選べるほか、お寝坊さん派には柏屋カフェでブランチというのも選べるそうです。ブランチはつまり朝に食事どころで食べるのではなく、11時以降に柏屋カフェで1500円分の飲食を自由にオーダーできるというもの。小さいお宿で朝食にここまでのバリエーションを揃えるのは見事です。連れは洋食、自分は焼き魚中心の和食を、そして温野菜を分け合うというもの。洋食を選んだ連れは焼きたてパンが美味しくて大満足だったようです。貸し切りの露天風呂が充実だったので、ついぞ大浴場に入ってないことに気づきました。聞いてみると、貸し切り露天風呂狙いの方が多いようで、大浴場はいつも空いていて穴場らしいです。男湯は大理石、女湯の方はヒノキ張りにステンドグラスがあしらわれているようです。連れに言わせると、朝食の後にもお風呂に入れるって結構重要らしいです。でもお風呂9時半までですってとこ多くないでしょうか。朝食を8時からゆっくり食べ始めるともうお風呂に入れないんですよね。ここは貸し切り露天風呂も含めて11時まで入れて、ほんとのんびりできました。驚くべきことにチェックアウトは12時なので、お昼ぐらいまでいてもよかったのですが、立ち寄りたいスポットもあり11時頃チェックアウトしました。スタッフに見送られて玄関を出ると、
思いがけず僕らは笑顔で上を見上げていました。ちょっと楽しいことがあったのです。この宿の好きな時間はこの明かりが浮かび上がる夕暮れ時です。今日も何人かのお客さんの心に明かりを灯していることでしょう。